ようこそスバル王国の皆様。ゆっくりレ夢ムちゃんです。今週のスバルニュースは限定レボーグの販売について。ゆっくりマリサだぜ。ってことは、レボーグ STI スポーツシャープの話ね。速攻完売しててわろたわ。さすがの人気だなと思うが、果たして本当に欲しい人に届くのだろうか？ちょっと待って、何そんな不穏なことを言ってるのよ。欲しいから買ってるんじゃない。世の中には転売ヤーという、巨人以上に駆逐しなければならない対象もいるんだぜ。ってことはまさか、この限定レボーグちゃんにも転売ヤーの魔の手が。そこら辺も交えて話していきたいと思うぜ。てなわけで今回の週刊スバルニュースは、転売ヤーばっちか ?500 台限定レボーグが即完売したが価値はあるのか？ゆっくり解説を紹介するぜ。普段から、コミュニティの部分で、アンケート等してるので、ぜひご参加いただけると嬉しいわ。それと、面白かったら高評価ボタンやチャンネル登録で応援よろしくだぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。ぶっちゃけ、この限定仕様のレボーグについては、もうみんな知ってると思うから詳しくは解説しない。レボーグ STI スポーツシャープって YouTube で検索かけると、きっと、こんなチャンネルより詳しく解説してる人がいるからそっちを。当チャンネルでは、接待なしの一般の本音を紹介するチャンネルだからな。そっちをメインに話すが、軽く今までのレボーグと何が違うのかだけ話すぜ。それを踏まえて、今回の限定レボーグに対して、一般の人が思ってることを見てくれると嬉しいわ。それと途中には、転売ヤーに対しての話も、見ていくぜ。そもそも転売ヤーに利があるのか。ってのはあるがな。結論から先に言うが、今回の限定者は転売ヤーが買っても利がなくマイナスになるのでは？そもそも転売ヤー群がってないんじゃない？って意見が多かった。限定って言葉だけで脊髄反射で転売しそうな奴らでも買わないのかしら？そこら辺はこれからコメントを見ればなんとなくわかるかも。願わくば転売ヤーいたとしても大爆死してくれることを願う。まずこの車は、レボーグ STI スポーツ REX をベースとした、操縦安定性の向上と、より上質な乗り味を実現した STI コンプリートカーになる。つまり、素体で480万円ほどする、レボーグ STI スポーツ REX に、何かしらチューンを、施したモデルを570万円で販売したわけね。100万円もアップ、何が変わったのかしら？まず外観から言うと、ヘッドライト部分、フロントグリル、フロントバンパーそしてリアのエンブレムが専用のものになっている。この変更を見ると、全体的にダークな感じでシックに仕上げて、大人の色気を感じるわね。素晴らしい。さらに、STI 製のフレキシブルドロースティフナーフロントトリア、スバルパフォーマンストランスミッションオイルクーラー、ミシュランパイロットスポーツ後のハイパフォーマンスタイヤ、STI 製 BBS19 インチ単造アルミホイール、STI ロゴ入りレカロシート、それ以外にも細かいインテリアの変更等もある。細かいところも入れるとかなりの変更が加わっているのね。これは100万円を上乗せする価値はありそうな気が？この限定仕様のレボーグ、ご存知の通り2023年1月26日に販売が開始され、午前中には、限定500台が完売されるという盛況っぷりだったらしいぞ。確か WRX-S4 にも STI スポーツシャープがあったわね。それもかなり好評だった記憶があるわ。これに味を占めたのかしらねスバルさん。この好評、プリに SNS では、みんなどっからそんな金が出てくるんだ。うひよー。かっこいい。って売り切れかい。完売早すぎわろた。こんなん購入無理やん。という声が多く上がったぜ。確かに抽選でもなかったらしいし、こりゃ一般の人が購入するのは、並々ならぬ執念がないと無理ね。何より高いってのもあるけど。とまあ、ここまでが簡単なレボーグ STI スポーツシャープの紹介だった。もっと詳しく知りたい人は別の人の動画を見てくれ。そしてここからは、この状況を見たネット民の反応を見ていこうと思う。さあネット民的には良い反応なのか、悪い反応なのか気になるわね。まず、そもそもこの限定商法、そして転売ヤー対策に疑問を思う人のコメント。いつも思うけど、限定販売って何のため？今のご時世、限定品なんて転売されるのなんて目に見えてるじゃん。スバリストで本当に乗りたいって思って買った人買えた人。ってどれくらいいるんだろう。メーカーもさ、限定車とか頭悪い販売しないで、せめて期間限定くらいに、留めておくべきでは限定車だからってことで値引きなしってことで、販売店主導で値引きなしで売れるからメリットは大きいのかもね。本当に自己所有で乗りたい人に行き渡らせてあげなよ。納期がかかるなら待てる人は待てばいいし、待てない人はその時は諦めればいいし、正規ディラーじゃない車屋が喜んで買い漁るのが目に見えるよ。この台数なら、各ディーラーのお得意様に優先紹介してもいいんじゃないかと思う。自社製品を愛する人重視という、尖った販売もありだと思う。パンダの件で行けば、見に来るならいいんですよ。見る気がないのに見る権利だけもらって、横流しする輩を問題視しているのです。まあ気持ちはわかる。正直最近の限定車って、
転売ヤーの餌食になってる姿しか思い浮かばん。抽選ならまだしも心から乗りたい人が購入できたことを願うわ。転売対策は何かしらしないと、本当に欲しい人が手に入らず、結果的にスバルファンやめたってなりかねないからな。前回の S4 も好評だったのだから、抽選にすればいいのではとは思う。実際、ネットのコメントではそういう声が多く上がっており次のようなものも、限定者は、本当に所有したい人に届くようにしていただきたい。転売の防止策として、最低3年のディーラー所有権付き登録、メーカー保証継承不可などの対策を講じるのはいかがでしょうか。WRX-STI の最終 VAB のベースグレードは新車で390万程度だった。これより200近くも高い。デカロ、BBS ではないがあっちは EJ20 でブレンボ。ちょっと狂ってる。あんまりスバルさんって転売対策に本気になっているイメージないしね。そう思われてしまってもしょうがないかも。VAB のファイナルエディションも、抽選にしたけど、実際いろんなところに声かけてたって噂も聞いたし。ただでさえ、STI の安売り。手揄されてるから、せめて、販売するなら欲しい人に行き渡るようにしてほしいところだ。そしてこの限定車に対する価値の話も。スペックではなく限定車だから、売れるのだとすると、転売を見越した購入も多いのだろう。確かに高値で売れるのはいいことだが、車の本当の価値とは違うような気がする。このスペックで限定じゃなければ、果たしてどれくらい売れるのか見てみたい気もする。限定車でないシビックタイプ R やフェアレディ Z もすぐに受注停止になって転売ヤーの餌食になってるので、新車が買えない今、限定500台も、車は転売ヤーにとっては美味しくて仕方ないでしょうね。エンジン、内装、その他の価値に決まってるだろ。希少価値は含まない価格からいけば限定車じゃなければ応募殺到しない。本当に乗りたい人に売ってほしい。転売とか資産価値とかのために作られてるわけではないです。正直、こういった車はディーラーではなく例えば面接を設けて売ったりとかしては、どうだろう？販売面接と称してオンライン面接して面接合格者に販売とか。まあ、限定って言葉によってくる虫が転売ヤーだものね。こうなることはわかってるわよね。付加価値としてはいいのだろうが、限定っていう、付加価値がなかったら実際どうなの？って話だよな。そう考えるとシビックは限定ではなくても受注停止になってる。人によっては車の価値は様々だけれどもね。それにこの車は、リセールもいいからそういう意味では、買って損はないだろう。そして車の中身について言及するコメントについても紹介。豪華だけど、走りのための専用設計は皆無で魅力を感じないな。レガシーツーリングワゴンのスペシャルバージョン程度な感じ。受注生産にするならフルパッケージで走りに全振りして、サーキット走行もそのままで楽しめる車が魅力的に感じます。STI スポーツシャークとか言いながらも走りよりも見た目に特化してる感じで残念です。STI と名乗るなら、もっと走りにこだわってマニュアル車の設計があれば、嬉しいけど、スバルとしては即日完売だからどうでも良いんだろうね。パーツポン付き感が、S4 のレカロ有用かな。BBS にミシュランも同等品が、タワーバー過去のレガシーにあったはずは後日、オプションとして販売かな。CVT オイルクーラーも有料でなんか出てきそう。エンブレムの塗装や黒も別にいいやと思う。シャープはシャープなんで S だったら積んでも買うけど、見積もり取って栄養にごめんなさいしました。動力系やボディに手を入れず、パーツだけ変更の、レボーグが、この価格で売れることに違和感しかない。かつてのスバリストは、この状態を、どう思うんだろう。600万ぐらいなら、もっと作ればよいのに、限定という言葉に惑わされて、車の本質を、わからないユーザーが、増えているのでしょう。STI パーツを付けたスバルの限定車と STI の限定車は違うよ。正直今回のはパス。P 型でまた限定車が出るよ。なんだ、このブレーキは片押しで小さいローターって。19インチでってスッカスカじゃん。限定で出して購入欲求を掘り出す。こんな商売はダメですよ。スバルファンが離れてしまいますよ。19インチのホイール画像がありますけど、あんだけ隙間が広い。シングルポットのブレーキで、バカでかいタイヤサイズ必要かね？特別仕様なら、体型ローターと4ポットのブレーキキャリパーはつけろよな、って思います。限定するならキャリパーも変更して欲しかった。ホイールから覗くキャリパーがみすぼらしい。昔のスバル限定車ってエンジン内部の、バランス取りやら色々やってたけど今のはどうなんだろ。そもそもエンジンがノーマルで、装備が多い分ベースよりも遅いかもしれないよね。ホイールがでかくなるとなんとも貧弱そうな片押し。キャリパーが顔を出すのが残念すぎる。トヨタでさえカローラのモリゾーエディションのような車があるのに、とんがっている車を出してほしい。バランスドエンジン、ECU、マフラーくらいはいじれるはず。確かにもう200万くらいは高くなるが、でも個人で各部品をつけるより安く、リセールが期待できるので。なかなか厳しい意見が散見されたわね。確かに、昔の限定車の感覚で、言えばなんだか物足りなく感じるのはわからなくはない。特にホイール、キャリパー周りにがっかりしている人が多いイメージだな。多くは買わない層が多いと思うが、スバルの限定車は、こうであれ。
みたいなイメージを崩して欲しくない人は多いのかも。一般的な市販車ならともかく、限定車はもっと尖らせて欲しかった感じはするわね。次の意見は、今回のレボーグと他の車を比較時の話をしたコメント。2008年から S40 に乗ってるけど、このタイヤの画像を見て悲しくなった。スペックもそうだけど、退化してる感じがするしこれって、ゴーカートですかね？価格だけはお見事ですが、もう、さすがにスバルはないな。次は、5ドアジムニーがいいですね。BL5D、チューンドバイ STI の WR ブルー6マニュアル。これのおかげで全然欲しくない。年数によるメンテナンスはかかるけど、それすら嬉しい。16年大好きなまま所有できている幸せを感じてます。今はトヨタと組んでいますからね。スバル以外でクスコとかクロスミッションのマニュアルとか、乾燥キットクラッチレバー付きで出せば良いですがコストと面倒なのかもしれません。RAH だって ECVT からマニュアルにした人いますし、レボーグでもデモカーならマニュアル仕様とかあったと思います。同意。私も2008年のレガシーをマニュアル乗ってます。限定版にするならマニュアル車も作ってほしいね。その方が将来、値打ち出るかも。ブリッツェンはポルシェジャパンとのコラボ商品。他にも、GC8 インプレッサ STI バー1も手組みエンジンだから限定車ですよ。確かにブリッツェンとかの頃の方が、限定車って感じがありましたね。昔からの限定車が好きな人にとってはそうなのかもね。これだけは言える。ブリッツェンはいいぞ。スバルさん復活はいつですか？さて、次は転売ヤーに対しての思いをまとめたコメント。シビックやらランクルやら歴代スバル車の限定版やらがびっくりする高値になる。転売屋はこれらを見てレボーグでもと思っていたなら、それは失敗に終わりますね。マニュアルもない人気のパールホワイトの設定もないパワーも、市販版と同じで今回の限定版は僕的にはなしですね。それなら通常のレボーグに好きなオプションつけて買った方が良い。つまり、ミッションクーラーなどサーキットで走りたい人にしか、意味ない装備が必要な本当に一握りのマニアにしか需要がないのが、今回の限定版だと思うので転売で価格の高騰はないですね。今回のは装備に対して割安感のある通常価格だからこそ売れる限定版であります。このレボーグはその他の高騰してる車種たちとは根本的に立ち位置が違うんですよ。転売するなら失敗するに一票ですね。ここは結構賛否分かれたわよね。転売するほど価値は出ないとか、出てもトントンくらいじゃないみたいな。転売市場に興味はないが、売るとかを考えず、ずっと相棒として長く、付き合ってくれる買われてくれると、私的には嬉しいなぁ。とまあ、ここまでがネット民の反応だったが最後に、スバル王国民の感想を見て終わりにする。ほとんど調べてないから外見しか知らないけど、見た目すごくかっこよくていいなって思いました。内装がかっこいいと率直に思いましたね。シルバーのシートベルトが特にインパクトあってたまりません。カラーのシートベルトはもっといろんな色、いろんな車に波及してもいいと思います。こんだけ値段高いならそれ相当ぐらいの車出してほしいわ。これだったら普通に S4 買う。てか最近のスバル車何でもかんでも STI 付けるから、STI 本来の価値観どこ行ったってなってる。STI スポーツシャープシリーズは先代 WRX-S4 の末期に初めて出ましたけど、モデル末期ではなく今回のように早い段階で何度か出ても良いのではないかと。S に関してはやはりマニュアルモデルでの展開を願いたいところですが、同時に CVT モデルの特別な車両も出していくべきだとは思いますので、最近、ニスモや STI、無限を安売りしすぎ感はある気がしますね。オプションパーツを付けただけのイメージ。限定ならもっと過激なモデルを期待しています。FA20 ターボプラス、マニュアルで S40 シリーズをやってほしいですね。STI スポーツなら、2.0R のような FA24 プラス、マニュアルとか運転に特化したモデルが良いですね。欲しかった。1日目で完売詳しくはわからないけど 800?1000 人くらいいたらしいとか、黒で統一されてアクセントにシルバーで、かっこいいと思った。値段も90万ほど高いがベース車両にレカロシート、BBS ホイール、タイヤ、STI パーツ3点付ければベース車両の方が高い。スバル王国民の中でも賛否分かれる感じなのね。どっちの意見もわかる。少なくとも、転売なんかで無駄に価値が高められるようなことには、ならず、ちゃんと欲しい人に届く仕組みを作ってほしいぜ。皆様はどう思いますか？ぜひ、コメントで今回の、限定レボーグのご意見をお聞かせくれだぜ。というわけで、以上、スバルニュースでした。基本的に、YouTube のコミュニティで、動画企画のアンケート等を行っておりますが、画像や動画を使った企画については、Twitter を中心に募集しておりますのでそちらも覗いて、いただけると幸いです。動画の概要欄にリンクを載せておりますのでそちらからフォローよろです。また、企画等の募集もやっておりますので、コメントいただけると嬉しいわ。ついでに面白かったら高評価、まだの人はチャンネル登録もよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。